皆さんこんにちは、のばなです。今日はホームドクターハウスアーツのところにやってきました。2回目のコロナワクチンを打ってもらいます。1度目の時もそうでしたが、今回も緊張しすぎて心拍数がかなり上がりました。私は2回ともファイザー、バイオンテックのワクチンです。ちなみにドイツではみんなファイザーじゃなくてバイオンテックと言ってます。あと夫は1回目がアストラゼネカ、2回目がバイオンテックの混合接種でした。15分待機します。2回目を打ち終えたのでコロナデジタルパスを近々申請します。私はワクチン接種後は 2,3 日腕の痛みがあったのですが、熱は全く出ずでした。さて、オリンピックの開会式をスリングボックスで中継で見ることができました。オリンピックをしてもしなくても新規感染者は増えていたんだろうなと思いますが、どうなんでしょうか。コロナの影響で元気な祖母に会うことができないまま祖母は他界してしまい、母も職場でコロナにかかってしまいました。幸い重症化することはなかったですが、後遺症で息切れしやすくなり走れなくなったと言ってました。本当なら去年の4月に日本に帰って元気な祖母にも会えていて、母の還暦のお祝いもできていたのに、いつか帰ろう、いつか帰れると思いながらもう1年3ヶ月も経ってしまいました。現在日本に入国するのは日本人でさえ難しいと言われていますが、家族4人で日本に帰ることに決めました。会いたい人に会える時に会っておきたい。今回は母は重症化しなかったですが、人生何があるかわからない。頑張れば帰れるのだから帰ろうと決めました。もう少し落ち着いてからでいいじゃないと思う人もいると思います。でも秋冬が来たら落ち着くどころかひどくなる一方だと思うので、毎日週末海外の窓大輔さんの YouTube を見て、皆さんの帰国体験談などを読みながら入国のシミュレーションをしています。Hallo, ich hätte gerne einen Eiskaffee-Latte. Eiskaffee-Latte? Ja. Zum Mitnehmen oder für hier? Zum Mitnehmen. Zum Mitnehmen. Ja. Das war's bei dir? Ja, das war's, danke schön. 3,80 bitte. Ja. 5? 日本帰国の決断にはかなり時間がかかりました。行くなら一人で。でも子供たちを私の母に会わせたい。家族や親戚に何かがあってからでは遅い。元気な時に思い出をたくさん作っておきたい。よし、みんなで行こう。今しかないと思いました。日本に行くと決めたので、そこからは書類の準備に大忙しです。日本国籍を持つ人はいいとして、問題はドイツ籍を持つ夫です。私と子供2人の3人だと日本のパスポートがあるので簡単なのですが、現在外国籍の方は基本的に日本に入国はできないんですよね。ただ、法務省のホームページに日本人永住者の配偶者または子は特段の事情に該当し、日本に入国できるということで、領事館で夫のビザの申請をしてきました。日本人でさえ書類の不備で入国できず強制送還させられることもあるとか、外国人の夫と一緒に日本入国、本当にできるのでしょうか。今からドキドキです。今回はハノーファーからアムステルダム、関空へ行く便を予約しました。一番安いチケットにしたので、預け荷物なしの手荷物のみなんですよね。なので今回はお土産にドイツビールやドイツワインはなしです。ほとんど人と会わないですし、お土産はバスソルトなどにします。今回の日本入国にあたり、出国前72時間以内の PCR テストが必要なのですが、ハノーファーを出発する時間から計算すれば良いのだと思いますが、念のためアムステルダムを出発する時刻から計算して72時間以内の PCR テストを受けます。旅行のためなので PCR テスト1人70ユーロかかります。70ユーロ ×4 人分280ユーロ、日本円にして約3万6,000円。
きたいですね。でも陰性じゃないと私も行きたくないですし、仕方ないですね。きっともっと安くしてくれるところもあると思いますが、日本の厚生労働省が出しているフォーマットに記入してもらいたいので、近くのホームドクターにお願いしました。遠くで PCR テストをして記入漏れなどがあれば大変ですからね。日本に入国した翌日から14日間実家に引きこもらないといけないのですが、私の母にやっと子供たちを会わせられると思うと嬉しいです。引きこもり生活にはなりますが、日本の美味しいお刺身やビールがあれば問題なしです。日本に入国するために必要な書類も多いですが、夫のビザ申請のための必要書類を見て心が折れそうになりました。やっぱり3人で行こうと思ったほどです。結局ビザが下りたので良かったですが、日本に家族で帰るだけでこんな大変な思いをするとは。日本もワクチンパスポートを申請できるようですが、対象国7カ国って少ない。私たち夫婦もワクチンを2回とも打ち終えていますが、日本入国に関しては緩和措置はなしですね。ワクチン打っててもコロナにかかりますし、ウイルスを運んでしまうこともあるので理解はできますが、せめて日本の羽田や関空で乗り換えて他の地方に飛べるようにはしてほしいですね。出国72時間以内の PCR テストに空港でもコロナテストをするのに、不満を言ったところで何も変わらないので、今できることをやるだけです。とりあえず日本へ行くときにコロナテストキットをいくつか持っていきます。誰かに会う前などにコロナテストをしようと思っています。コロナ禍で大変ではあるけど、3年ぶりの日本。大阪も緊急事態宣言が出るようなので、大型ショッピングセンターなどは閉まるんですかね。自宅待機の14日間が明けたら買い物に行きたかったですが、あと子どもたちと夏祭りなどのイベントも行きたかったですが、なさそうですね。自宅待機が明けたら子どもたちに日本の文化を見せたいと思っています。セミを捕まえに行ったりしようかな。ヨーヨーすくいや屋台の焼きそばを買って一緒に食べたかったな。夏の楽しみはまた来年以降に子どもたちと楽しむことにします。海外在住の日本人で日本に帰りたい方はものすごく多いと思います。無事に日本に入国できたらまたレポしようと思います。ドイツ在住の方で日本からドイツに戻ってきた方がいらっしゃれば、入国や出国に関して気をつけるべき点など教えていただけると嬉しいです。今日も最後まで見てくださってありがとうございました。